ナダ・バンクーバーアイランドを旅して約1ヶ月、最北端の町ポートハーディ、サンジョセフベイを通過して、今回はアラートベイを紹介します。皆さんおはようございます。おはようございます。アーシングジャーナルです。今日はですね、パウエルリバーでお世話になったマリアンの友人がここは綺麗だよっていうのと、普通にランダムな人からここ行ったことあるとちょこちょこ名前を聞くアラートベイというところに来てみました。アラートベイまではポートマクニールという町からフェリーで40分乗って往復1人12ドルで来ることができるので、日帰りでも来やすい島になってます。はい、しかもこのバンクーバーアイランドとカナダ本土の間を走ってる、海峡っていうのかな、そこの海峡にある島でホエールウォッチング、クジラとかシャチの観光ツアーとかも結構このアラートベイから出てるみたいで、ファーストネーションズっていうカナダの原住民の歴史も勉強しつつ、クジラとかそういう観光もできるので結構おすすめかなというふうに思います。ビジターセンターがあるみたいなので、そこで今日の1日のトリップとかを計画できたらなというふうに思います。はい。These days are running slow. Sunsets and shores far from home. Headlights are shining on the sea. まさかの月曜から金曜9時から5時というオペレーションでやってて、土日はやってないそうです。ギョギョギョ。ポストオフィスにパンフレットというかそういうのを持っているみたいなので、そっちは毎日8時から6時までオープンしているみたいなので、ここに行ってきたいと思います。ポストオフィス来たんですけど、平日のみで土日はやってないんですけど、このエントランスにこういうパンフレットがいろいろあります。これを見て行ってみようかなと思います。では行きます。 What is a totem pole? Totem poles are primarily visual statements about the ceremonial privileges and identity of those who erected them. The figures represented on totem poles are those beings from mythical times who became or were encountered by the ancestors of the group of that The ancestors of the group that later took them as Christs. トーテムポールの歴史かなについて今あゆみさん喋ってくれたみたいです。すいません、ふざけました。翻訳した文章を皆様にシェアしますね。トーテムポールは主にそれを建立した人々の儀式上の特権とアイデンティティを視覚的に示すものである。トーテムポールに描かれているのは神話の時代に登場し、後にそれを勲章とする集団の祖先となった、あるいは遭遇した存在である。ちょっと日本語も難しいですね、これはね。例えばクワ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 族の中には空から舞い降りてきてガサを脱ぎ、人間の祖先となったサンダーバードを勲章として主張している家もある。つまり日本でいう家紋的なものですかね。かもしれない。また先祖が超自然的な存在と遭遇したことに基づいて勲章を主張する者もいる。トーテムポールの建立は通常ポトラッチによって祝われる。何ポトラッチって？ちょっとわからないですね。この時紋章にまつわるエピソードが披露され、特権を主張する一族の権利が公に証明された。特に重要なトーテムポールは村長の後継者が村長に敬意を表して掲げるものであった。トーテムポールの制作を依頼された画家はどの紋章を描くかを指示されたが、どのように描くかについてはある程度の自由が与えられていたことを示す証拠がかなりある。芸術家たちはまたデザインに隠された意味や視覚的なダジャレを込めたようだ。ということで、つまりトーテムポールは、ある程度その画家によって画家の思考が影響されるということですね。したがってトーテムポールの意味は非常に個人的なものだった。その意味を正確に説明できるのはポールの持ち主と彫り師だけである。なるほど。タトゥーみたいなものですかね。入れ墨と言ってそこは入れ墨のようなものですかね。入れ墨と一緒にするのはちょっとあれです
けれども、でもさ、入れ墨もさ、入れたい人がどういう思いを込めて、これを入れたいっていうのってやっぱさ、意味が込められてさ、そうだね、そういう部分はやっぱ似てんじゃない？そう思ったのよ、そう思ったのよ。この種の記録された情報は驚くほど少ないため、ほとんどの人はトーテムポールの意味をごく一般的にしか知らない。現存するポールの大半の本当の意味は、誰のために誰の手に彫られたのか、その人々と共に死滅してしまった。なるほどね。じゃあ分かってないんだ、ほとんどの意味が。だって一つ一つにそれぞれのポールを立てた人と画家の意味が込められていたけど、何か書物に残されているのもごく少なくって、でほとんどのそういう先住民の人たちだから亡くなってしまってるから、意味は分かんない。分かんないんだね。ポールに描かれているのは家紋である。やっぱ家紋なんだよ。イーグル、カラス、カエル、シャチ、グリズリーベア、サンダーバード、ドズヌクワなどである。だから日本でいう家紋がもっとこっちでは一つ一つのトーテムポールに意味が込められていて、でもその意味は彫った人とその時立てた人にしかわからないと。でもそれぞれ意味があるっていうことだね。ご清聴ありがとうございました。パンフレット見たら、イコロジカルパークというちょっとしたハイキングがあるので、ちょっとそちらの方に行ってみたいと思います。どっかで見たんですけど、やっぱカナダのファーストネーションズ、先住民も結構クレンという口で伝承される歴史を大切にしてて、書物を残してないと。代々先祖から口頭で受け継がれる歴史っていうものを受け継いでいかないと、どこかで歴史が途絶えてしまう。歴史をしっかり辿っていくと、一個一個のトーテムポールの意味もわかるのかなというふうに思います。ただ、そのトーテムポールに一個一個文字で記されてるわけではないので、今となっては意味がわからなくなってるとか、そういった感じなのかなというふうに思います。旅をしてていいところって、その国の文化を知れること楽しいよね。なんか楽しい。自分たちがさ知らなかった文化とかさ、意味を知れた時ってその国のことをさ、より好きになるじゃん。そうだね。外人がさ、侍とか文化に興味を持つ意味がなんかわかるよね。そうだね。ということでちょっとね、話は長くなりましたが、イコロジカルパーク着いたので、ちょっとハイキングしていきたいと思います。トレイル1、2、3って3つ分かれてて、今ねトレイル2を越えて渡ってきた。はい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 。なんか急にインディ・ジョーンズみたい。Do I have what it takes to make you fall in love with me? Am I the real deal or just another one of those who fake it?今ね、ベイの方に出ようとしたんですけど、トレイルの途中でハイキングコースが不安定だから気をつけてねっていうサインがあります。倒木とかね、もしかしたら倒れてくるかもしれないみたいな、多分そんな感じかなって。なんかすげえ地表というか砂だ。海の砂みたいな地層があって、その上に土とかそういうのが堆積して木が生えてますね。Cliche to say, but it's true. Tell me you see me. おお、開けました。海流木天狗。すごい。流木パラダイス。本当だ、なんか面白い柄の石だね。ね、サクセイドアイランドにあるフラワーロックにめっちゃ似てる。見て、なんかすごい。ね。面白い石がいっぱい。卵みたいな石。何それうわねえ、汁かかってるじゃん。ほんと変なことするから。木が折れて中の汁が全部出てきた。すっごい、こんな長い海藻初めて見た。幸いなことに別に臭くないからよかったわ。臭くなかったんだ。普通の海藻。なんていう海藻なんだろうこれ。見た目は大人、中身は子供。その名はメンター探偵リョウタ。ようこそ流木パラダイスへ。めっちゃ流木ある。True. Tell me you see
気づいてしまったかもしれません。あゆみさなんてバカなんでしょうか。ん、リサーチ不足なのかどうなのか。リサーチ不足やえなにろ。私たち天気しか見てなかったんですけど、なんかいた今。文化センター土日休み疑惑普通観光客って土日に来んじゃないのみたいな。ね。I know I cannot see it through. I got my head on straight so you can pass the blues. Disco biscuits in my little tooth. I got this throbbing headache and I'll bet my truth. やっぱりですね、今日文化センターは閉まってました。きー、せっかく来たのにリサーチ不足。まあ、ただね、他にも見れるとこはあるのでそっちを行ってみます。このスクールでは原住民たちが寮みたいな感じに習慣されてて、原住民の言葉を喋っちゃいけない、家族とは離れ離れ、身体的性虐待とかも行われていたと。象徴して書かれてるよね。ここのスクールにこう習慣されてるみたいで、下に骸骨があって、ここに発電所があったみたいなの。それも子供たちがそこで働かせられて発電してたっていう、原住民の人を人として扱ってなかったんだよ。そこの、慰霊碑というか忘れられないようにするために。だからエブリーチャイルドマターって子供たちも一人一人も無限にしちゃいけないよっていう部分が込められてんだよね。悲しい歴史の一つだよね、やっぱ。結構カナダこうやって旅してると、原住民と白人との政治的違いみたいなのが結構あるじゃん。原住民は税金とか全部無料で受けられるんだよね。だけどその迫害をされてたのって今いる世代のやっぱおじいちゃんおばあちゃん、もしかしたらひいおじいちゃんおばあちゃんとかその世代で、やっぱその悲しみが今でも受け継がれてるっていう感じだよね。もちろん植民地化されて発達したわけじゃん、物事は。車もあるし携帯もあるし電波もあってインターネットもあって、この現代があるのは植民地化されて、現地のそういう生活が奪われてる上にあるっていうことだけど、果たして原住民はそれを実際に欲してたのか、今でも原住民との問題っていうのを常に抱えてるのかなって思うし、まだアメリカ行ってないからどうかわかんないけど、カナダは本当にファーストネーションズの文化が色濃く残ってる場所だなとは感覚的に思う。今の現代の技術っていうのが一気に普及したのかもしれないけど、分かんないけどさ、結果論であってさ、もしそうやって迫害とかしなかったとしても、こうやって何かの形で現代の技術が普及されて今と同じ世の中になってたかもしれないじゃん。そうだね。だからやっぱそこは植民地化したことでどうなったかっていうところにフォーカスっていうよりは、やっぱこういう迫害されてきた歴史、それはさ、同じ人間として絶対やってはいけないことじゃん。そうだね。それは本当に忘れちゃいけないなって思うよね。今ももしかしたらそういう差別的なことがさ、絶対ある。実際にあるかもしれないし、人としてありえないことが起きてたんだね。悲しいね。でもこういう背景を知れてここに来れてよかったね。よかったよね、うん本当に。それほどうんここのアラートベイっていうところがファーストネーションズの歴史が深いところだっていうところだよね。そうだね。で今のその現代と文化とかそういうところが交差してる場所ではあるじゃん。だから来るべき場所だったね。なんか導かれたように感じるわ。確かに。これは知るべき歴史の一つだよね。そうだね。わら。ここからぐーっと上まで伸びていきます。これがね、世界一長いトーテムポール、53メートル。Kiss me as we fall asleep in a bed of butterflies. Just close your eyes and then you'll see it. You don't ever have to look too far. You don't have to cover up your scars. You're perfect, darling, just the way. お腹がペッコペコなので、フェリー乗り場から一番近いここのレストランに行ってみます。ベイサイドインっていう、ホテルなんですけど、そこに併設されているベイサイドグリルというレストランですね。ここにちょっと行って腹を満たしたいと思います。
飲んでいいよ。染み渡る。今ゴクゴクゴクって感じる体に流れている。だって水もほとんど飲んでないじゃん俺ら。そうだね、喉乾いてたよね。ね。飲み干しちゃいそうだ。いいね。今日はアラートベイというところを紹介させていただきました。どうだった？最初はそんなに見るとこないのかなって思ってたんだけど、じっくり遊べるなって思いました。ね。ハイキングしてでトーテムポール見たりパンフレットとか見て歴史を知ることもできたので、その土地の文化を知るのってすごい面白いし、実際に訪れないとわからない歴史とかもあったので、すごい勉強になってとてもいい一日を過ごせたと思いますね。はい、で最初さ車も込みで、うん往復で$50ぐらいかかるみたいな感じだったので、アラートベイいいよって言われてたものの、まあいっかみたいな話したんだよね、最初は。だけど天気も悪くてハイキングもするわけでもないので、だったらちょっと曇りの時にアラートベイ行ってみようよということで今回行ってみたんだけどね、知り合いからおすすめされたり、なんかちょっと導かれたような感じがしたよね。カナダ人じゃないじゃん俺ら。だけどカナダを今散策してるって中で、アラートベイのこの文化とか歴史っていうのはカナダを知る上ですごい欠かせないものなのかなって今回来て思った。事前にホームページ見たり、あとパンフレットも一応さっき見たりとかしてたんですけど、そこにはさっきの昔先住民の子どもたちが虐待に遭っていたことっていう歴史は書かれていなくって、それが意図して書かれていないのかどうかはわからないんですけど、実際にその土地に行って看板を見て私たちはそういう歴史を知ったので、実際にここに来なきゃその歴史って知ることができなかったと思うので、すごい来てよかったなと思います。こうやってね、いろんなところにこれからもいろいろカナダだけじゃなくてアメリカとかその下にも下っていくので、それぞれの歴史をね、もうちょっと実際に訪れて知りながら皆さんにそういうのもシェアできたらなと思いますので、本当にはい、引き続き応援よろしくお願いします。いや本当に応援よろしくお願いします。チャンネル登録もお願いします。はい、高評価もお待ちしております。お願いします。もし僕らが喋ってる内容が間違ってたりしたら、コメントで添削とかいただけるとすごい助かるので、はい、知ってる情報あればよろしくお願いいたします。お願いします。はい、ではあと10分でフェリーが出発しますので、フェリーに向かいたいと思います。今回の動画はこの辺で終わりにしたいと思います。はい、では次の動画もお楽しみに。バイバーイ。バイバーイ。